た最弱勇者。ガチャ進化で無双の頂へ。第5話、試行錯誤の始まり。霊弁の町の門をくぐると、活気がユーマを包んだ。市場の喧騒が耳を打ち、人々が行く会。商人が道端で商品を並べ客を呼び込んでいる。屋台には色とりどりの果物や干し肉が並び、鍛冶屋から金属を叩くカンカンという音が響く。異世界の匂い。スパイスと汗、血と鉄が入り込んじる。こっからだ俺の居場所を必ず作ってみせる。でもまずは宿探しだな。幸い霊弁の町はそれほど多くない。高価な宿から安宿まで選択肢はあったが、ユーマが向かったのは路地裏の安宿だった。一泊銀貨1枚。食事はついてないけど部屋はちゃんと鍵がかかるし、ベッドもあるよ。受付の老人はそう言いながら誇りっこい鍵を渡してくれた。ありがとう。今の俺にはこれで十分だろ。ユーマは部屋に入り、荷物を下ろした。簡素な木のベッドに机とが立つクイスが2つ。小さな窓からは市場のざわめきが遠く聞こえる。さて本番だ。ユーマはとりあえず持っている武器や道具を机に並べた。進化させて生まれた水流の剣、そして市場で買った古びた盾、路地で拾った壊れかけの杖、雑貨屋の錆びた短剣。進化の鍵はおそらく媒介。問題はどうすれば意図した進化を起こせるかってことだ。これまでの経験から水流の剣は水を媒介にして進化したということは、他のアイテムも何かを媒介にすれば進化するんじゃないか。胸が高鳴る。失敗すればなけなしの金で手に入れた武具が壊れるかもしれない。それでも試さなければ何も始まらない。もうどうにでもなれだ。最初の実験。炎と立て、ユーマは宿の裏庭にある焚き火のそばへ向かった。夜になれば宿の住人たちが集まって暖を取るための焚き火だ。炎これを媒介にしたらどんな進化をするんだろう。盾をそっとかざす。汗が額ににじむ。何が起こるかわからない。緊張が喉を締める。盾がほのかに赤く輝き、熱を吸うように震えた。来た。ユーマは慎重に観察する。火の熱が盾に吸収されていくような感覚。錆が剥がれ、盾の表面に炎の文様が浮かぶ。熱い脈動。そして次の瞬間、頭に響く声。炎耐性盾、特性、炎によるダメージを軽減。成功だ。炎にさらしたことで盾が耐火性能を持つように進化したらしい。いけるぞ。ユーマは拳を握る。媒介の性質が進化を決める。炎なら耐火。単純だが可能性は無限だ。やっぱり媒介が重要なんだ。適切な環境を用意すれば狙った進化ができるかもしれない。次の思考。夜空と杖、宿に戻り、今度は壊れかけの杖を手に取る。これを進化させるにはどんな媒介が適している。ふと窓の外に広がる星空を見上げた。夜、闇の中に輝く無数の星々。綺麗だな。こんな星空、元の世界じゃ見られなかった。ゆっくりと星空を眺める余裕もなかったしな。静かな美しさに心が動く。そして杖をそっと窓の外に掲げた。光よ、力を与えろ。なんてね。そう願った瞬間、杖がかすかに発光した。かすかに震え、木のひびが消えると星屑のような模様が刻まれる。手に伝わる不思議な感覚。やがてそれは確信へと変わる。星光の杖、特性、夜間に光を放ち魔力の流れを安定させる。すげえ、また成功だ。ユーマは小さく息を飲んだ。ああ、面白いぞ。ユーマの目が輝く。媒介次第で進化の可能性は無限に広がる。
せた炎耐性盾と星光の杖、この2つを売ればまとまった金になるかもしれないと思ったからだ。まずは武器屋にでも聞いてみようかな。市場の一角にある小さな武器屋に入り、天守に進化したアイテムを見せた。この盾、炎に強いんだ。試してみてよ。炎耐性があるのか。試しに火にかざしてもらえればわかると思います。天守は興味深そうに焚き火へと盾をかざす。そして炎の熱を感じ取った瞬間、炎が吹かれた。驚いたように目を見開く。こいつは本物だ。こんな特殊な盾見たことがねえ。いくらで買ってくれます？銀貨5枚でどうだ？悪くないぞ。ユーマは交渉し、炎耐性盾を銀貨6枚で売った。次に星光の杖も売り、最終的に合計で銀貨8枚を手に入れた。すごいぞ。これでしばらく生きていける。笑顔がこぼれる。追放された元勇者が初めて自分の力で金を稼いだ瞬間だった。市場の喧騒を背にユーマは思案する。媒介が鍵。炎、星、水。次は何だ？進化は予測できない。それでもその不確定さこそが興奮を呼ぶ。ユーマは分かったことを整理した。進化には媒介が必要縁。夜空、水などその特性が進化結果に影響する。進化したアイテムは売れる収入源になる。だがまだ疑問は多い。もっと強い媒介ならもっとすごいアイテムが生まれるんじゃないか。胸が高鳴る。最初に作ったのは川辺で試した水流の剣だった。あそこならまた新しい進化が生まれるかもしれない。そうだな、また川辺で試してみよう。こうしてユーマは新たな進化の可能性を求め町の外へと向かった。続く次回第6話、川辺での新たな発見。追放された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第6話、川辺での新たな発見。川のせせらぎが響くほとりにユーマは腰を下ろした。透き通った水は冷たく、指先を渡すと身震いした。昨夜の雨で山の雪解け水が流れ込んでいるようだ。ユーマは進化の条件を確かめるため何度も試行錯誤を繰り返していた。盾の進化で焚き火が媒介となったように水もまた媒介の一つだと分かっている。でも水ならどんな条件でもいいってわけじゃないはずだ。流れる水、静かな水冷帯水。同じ水でも違いが出るかもしれない。ユーマは手持ちの古びた剣を取り出し、冷たい川の水に渡してみた。ピシッ。刀身にわずかな霜が浮かび、周囲の空気がひんやりとする。お、来た。もし冷たさも進化に影響を与えるんだとしたら、以前作った水流の剣は流れる水の中で生まれた。しかし今回はユーマは剣をさらに深く水に沈めた。川の流れは冷たく、手を入れているだけで感覚が奪われそうになる。もっとだ、もっと冷やすんだ。ユーマは水の中で剣をしっかり握ったまま川の中心に向かった。流れ込む雪解け水はどんどん冷たくなっていく。するとその瞬間、カキーン。刀身全体が一瞬にして白く染まり、淡い氷の膜が張った。冷えてたまらず剣を川から吹き上げると、周囲の水滴が瞬時に凍りつき、キラキラと光る結晶が剣の表面を覆っていた。頭に声が響く。氷剣特性、攻撃時に冷気を帯び、対象を瞬時に凍結させる。すげえ。冷たい水が媒介になったってことか。目を輝かせ剣を握る。刃に触れると指先に冷気が刺さる。進化の方向は温度や状況によっても決まる。新たな発見に胸が弾んだ。しかし同時に一つの疑問が生まれる。ユーマは今生まれたばかりの氷剣を手に取り、腹
進化の実験を試みようとしたこの剣をさらに違う媒介で進化させたらどうなるんだ。例えば再び円にかざせば蒸気の剣になるのか、あるいは風の力を与えれば吹雪の剣になるのか。焚き火を起こし剣を炎にかざす。具体が膨らむ。しかし何も起こらなかった。ダメか。一度進化したアイテムは二度と進化しない。それは水流の剣の時もそうだった。進化を終えたアイテムはそれ以上変化することなくその形で固定される。じゃあやり直しはできないってことだ。つまり失敗すればそのアイテムはもう二度と別の進化を遂げることはない。選択を誤れば取り返せない。ユーマはその事実を強く意識した。続いて錆びた短剣を取り出した。冷たい水ではなく普通に流れる水で進化させてみよう。ユーマは短剣を川の水に沈めた。しかし今度は先ほどとは違う現象が起きた。水中で短剣が不穏な音を立て刀身が徐々に崩れていく。マジか。慌てて吹き上げるが遅かった。ポロ。短剣は跡形もなく崩れ去り手元にはただの枝だけが残った。間に合わなかった。なぜ？手が震える。進化には利息がある状況によっては進化の途中で壊れてしまうこともあるんだ。つまり進化は万能でもない。失敗すればアイテムは消滅してしまう。川辺に腰を下ろして息を整える。氷剣を手に頭を整理した。冷たい水で成功。普通の水で失敗。温度や状況によって進化は異なる。二度の進化はしない。消滅することもある。なるほど。媒介は目に見える物体だけではない。だとすれば自然環境そのものにも大きく影響を受けるのかもしれない。これからは闇雲に試すのではなく成功率や結果の予測について調べ。あれ、いやちょっと待てよ。ユーマはふと重大なことに気づいた。予測できるものだと考えること自体都合が良すぎるのではないか。もしかして進化にはどうしても避けられないある種のガチャ的要素が絡んでいるのではないか。もっと知りたい。この能力で俺はどこまでいけるんだろう。ガチャ的要素の発見。ユーマは川辺での実験を経て進化の条件が媒介や環境に強く依存することを理解した。しかしそれと同時に進化の結果は予測しきれるものではないということにも気づく始めていた。翌日レーベンの市場は朝から活気に満ちていた。屋台から漂う果物の甘い香り、鍛冶屋の響く金属音、冒険者たちの高らかな笑い声。ユーマは市場に出かけると使い古しの装備を安く買い集めた。夕方近くまでじっくり物色すると宿に戻ってテーブルに戦利品を広げた。錆びた剣2本、折れた杖、小石3つ、割れた盾など試すならこういうボロボロの装備がちょうどいいよね。さらに以前スライムを倒した時に手に入れた小さな魔核も取り出した。魔核本当にこいつが進化の媒介になるのかどうかずっと気になってたんだ。まずは錆びた剣に魔核を触れさせる。歯が淡く発光し始め頭に声が響いた。ママの剣特性魔力伝導。使用者の魔力を歯に通すことで斬撃に魔力を帯びさせる。手に取ると歯が漆黒に染まりわずかに魔力の波動を感じた。魔核は魔法属性かこれ。強いぞ。興奮が
きい明かりにさらす。しばらくすると杖がかすかに光を帯び、月光の杖、特製月光の加護、夜の間、杖の柵から微細な月の光が漂い、魔法の栄唱をわずかに補助する。杖の先で光が揺れる。星空とはまた違うタイプの進化だ。だが全ての進化が成功するわけではなかった。調子に乗って小石を媒介に錆びた剣を進化させようとしたが、砕けた刃がボロボロに崩れ、使い物にならなくなってしまった。失敗だ。無駄にしちまった。また別の錆びた短剣に小石を触れさせた時は、毒の短剣、毒性、ほろ毒不要、刃がわずかに紫がかり、命中時に低確率で微量の毒が付着する。毒石で普通の石が媒介だったのに、今度は毒の属性を持つ武器に変化した。予想外の結果に目を見開く。同じ媒介でも結果は予測できない。ガチャ。やはり進化のルールには予測不能なガチャ的要素がある。さらに新たな検証をするため、魔核を2つ同時に使ってみることにした。すると突然剣から不穏な魔力がほとばしり、ユーマの手を離れて宙に浮いた。勝手に動き始めたのだ。そして宿の屋根を切りつける。おいおい、ちょっと待てって。予測不能な動きをする剣に翻弄され、息を飲むユーマは慌ててそれをつかもうとした。止まれ。しばらくの間剣は暴れ回ったが、やがて動きを止めた。ユーマは恐る恐るそれを拾い上げる。ウォーマ剣、特性、不安定な魔力放出。剣が魔力を暴走させ、一定時間ごとに意図しない衝撃波を発生させる。扱いづら。剣を握る手がこわばった。魔核が強すぎると暴走する可能性があるのか、それとも2つだからか。いや違うな。もしかしたら自分のレベルが関係しているかもしれない。おかげで以下のことが分かった。結果はランダムガチャであり、壊れたり暴走することがある。そして魔核を使うと魔法属性が付与される。とはいえ次は何を進化させようかな。ユーマは口元に笑みを浮かべ、新たな実験に胸を躍らせた。この力でどこまでいけるか試す価値は十分にある。続く。次回第7話、小さな事件への介入。追放された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第7話、小さな事件への介入。連日進化の研究に没頭するユーマだったが、その道中で突如予期せぬ事件に巻き込まれた。夕暮れの薄い光の中、市場での買い物を終えたユーマは宿へと急ぐ静かな路地を歩いていた。やめてくれ。それだけは勘弁してくれ。聞こえたのは張り裂けそうな叫び声。さっさと金を出せ。じじい。ユーマは足を止め、声のする方へ目をやった。薄暗い路地でおとりの年配の行商人は2人の男に囲まれているのが見えた。強盗か。いやただのチンピラかもしれない。いずれにせよ老人が困っているのは明らかだった。ユーマは物陰に身を細め、耳を澄ました。いいからよこせよ。頼む。これは家族を養うための大事な商売道具なんだ。うるせえ。ならこの荷車ごといただいてやる。男たちは行商人の荷車を乱暴に引きずり、勝手に中身を漁り始める。ユーマは短く息を吐いた。どうする？相手は2人。武器を持っている可能性もある。だが今の俺には進化した武器がある。試してみる価値はあるな。覚悟を決め、静かに腰の剣に手をかけた。おい、お前ら。ユーマは路地から姿を現し、ゆっくりと歩み寄った。なんだ。邪魔すんなよ。そ
石を軽く切る。するとその表面が瞬時に凍った。魔法剣などを野党たちが動揺した瞬間、ユーマは攻撃を仕掛けた。だが同時に野党の一人も短剣を振りかざし突進してきた。ユーマは左手に岩石盾を召喚。ゴツゴツした岩の盾が瞬時に出現し、甲高い金属音を響かせ短剣を受け止める。剥かれた男の腕が揺らぐ。その隙を突き、ユーマは氷剣を振り切った。刃先がかすめただけで男の腕に白い霜が広がった。冷えてこいつやべえ。もう一人が慌てて飛びかかる。ユーマは杖を高く掲げた。目を閉じてろ。杖先が閃光を放つ。よしは一瞬昼間のように照らされた。目がひるんだ。その瞬間、ユーマは氷剣の切っ先を突きつけた。まだやるか。悪意声に二人は顔を青ざめさせ、短剣を投げ捨てて後ずさった。忘れねえぞ。覚えてろ。捨て台詞を残して暗がりへ消えていった。助かった。本当にありがとう。表彰人は深く頭を下げ、震える手でユーマの手を握った。危ないところでしたね。ユーマは氷剣を収め、安堵の息をついた。あんた冒険者なのかい。表彰人が目を丸くして尋ねた。まあそんなとこかな。ユーマは肩をすくめて笑った。大したものはないが礼をさせてくれ。そう言って表彰人は小さな袋を差し出した。開くと中には色鮮やかな加工品や香ばしい保存食が詰まっていた。これくらいしか渡せないが受け取ってくれ。これは助かる。ありがとう。ユーマが受け取ると、表彰人は何度も感謝の言葉を繰り返した。君がいなかったら私はどうなっていたかわからなかった。本当にありがとう。ユーマは少し気恥ずかしそうに笑い、別れを告げた。宿に戻ると、ユーマはベッドに腰を下ろし、先ほどの出来事を思い返した。疲れたな。野党相手とはいえ人間との戦闘は初めてだった。進化させた武具の力は実感できたものの、自分の未熟さも痛感した。今回はうまくいったけど、もっと強い相手だったらどうなっていたか不安がよぎる一方で、胸の奥では高揚感がいぶっていた。俺はまだまだ強くなれる。武器の特性を生かせばこんなもんじゃない。武具を並べ、はとつい突手にとってその特性を確かめる。氷剣、兵器を帯びた剣、敵の動きを封じる力を持つ。岩石盾、岩肌に接触させ進化した盾、近くの力を吸収し、硬質な岩石の層で覆われている。特性は物理的な打撃や衝撃を大幅に吸収し持ち主を守る。こいつのおかげで助かった。表面がほんのり温かい。まるで衝撃を吸収するために作られたかのような質感だ。そして月光の杖、月明かりの下で進化した杖、光源としても使えるし、戦闘で相手の視界を奪うこともできた。組み合わせ次第で戦い方はいくらでも広がる。そう考えると胸が熱くなった。そして何よりも最近知った嬉しい能力があった。それは進化させたアイテムなら自由に召喚できること。これが自信を与えてくれた。いける。次はもっとやれる。翌朝、ユーマが市場を歩いていると、昨日助けた行商人が声をかけてきた。おお、あんたか。昨日は本当に助かったよ。いいえ、大したことはしてないですよ。いやいや、とんでもない。あのままだったらどうなっていたか。よかったです。俺も試したいことがあったので、いい機会でした。すると、行商人は周囲を見回し、少し声を細めた。しかし君は不思議な力を持っているようだな。
感するように目を細めた。昨日の戦いを見て思ったんだが、あんたの持つ武具は明らかに普通じゃない。あの氷の剣なんて。まるでユーマは驚き、言葉を飲み込んだまま次の言葉をまた思い出した。あの遺跡だ。知り合いがそこで奇妙な武具を見つけたと言っていたんだ。奇妙な武具。そうさ。なんていうか自然と一体化したようなものだって言ってたな。例えば刀身が凍ったままの剣、炎をまとった槍、風の力を感じる弓。お前さんの剣とどこか雰囲気が似てるような気がする。ユーマの心臓が激しく高鳴った。確かにそれらの特徴は彼の進化させる武具と驚くほど酷使している。そんな遺跡があるんですか。もちろん私が直接言ったわけじゃないが、噂じゃその遺跡では不思議な現象がよく起こるらしい。虚構が突然変わったり、特定の場所にいると武器が勝手に変化することがあるとか。まあちょっと信じがたい話だけどな。もしその遺跡が進化の秘密に関わる場所だったとしたら、何かをつかめるかもしれない。どこにあるんですか。東に向かって3日ほど進んだ谷にある。だが簡単には近づけないそうだ。何せその周囲には奇妙な霧が立ち込めていて、方向感覚を狂わせされてしまうのだとか。言ったものが皆同じ場所をぐるぐる回る羽目になるらしい。表彰人は苦笑しながら続けた。だからほとんどの人間は途中で引き返すんだ。でもたまに運よく突破する者がいる。そしてそういう連中が妙な武具を持ち帰ってくるってわけさ。ユーマは無意識に氷剣のように握りしめた。自然と一体化したような武器行く価値は十分にある。貴重な話をありがとうございます。そう告げると表彰人は苦笑いしながら肩をすくめた。こっちこそ命拾いした例だよ。まあ行くなら気をつけな。戻ってこれないと笑い話にもならんからな。ユーマは軽くうなずきながら表彰人と別れた。遺跡、武器が変化する。俺の知らない何かが隠されているのかもしれない。荷物をまとめながら胸の奥に静かな熱が燃え広がっ